皆様こんにちは。シトラズハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そしてチャンネル登録、高評価も本当にありがとうございます。今回はアルファベットのみさんが編んでいきたいと思います。はい、今回はこの編み方の動画になります。この後アルファベットそれぞれの編み方も動画にしていきたいと思いますので、動画がアップされ次第こちらの概要欄の方にね、アルファベットの編み方も一緒に貼っつけておきたいと思います。はい、なのでお好みのアルファベットを組み合わせてこんな感じでね、みさんが作ってみてください。まず編み方なんですけれども、はい、4と逆4を使って編んでいきます。4は左の糸でこんな感じで4を作って下から出していく。逆4の編み方は右の糸でこんな感じで逆の4の形を作って下から出していく、この編み方になります。で、糸の取り方なんですけれども、全部で10本使います。はい、ベースの色、私はこれグリーンなんですけれども、これが、刺繍糸1束、だいたい刺繍糸8メートルで売っているかと思うんですけれども、 DMC さんとかもそうですよね。で、8メートルぐらいあれば確かなので、はい、それを切らずに1束使っていきます。で、例えばダイソーさんのレースヤーンとかであれば8メートル取っておくととても安心して編めますね。はい。で、文字の色、私はこれ黄色なんですけれども、これが9本で全部90センチにしちゃっても大丈夫ですし、この右と左はあんまり使わないので、右と左をね60センチで取って2本を60センチにして90センチが7本でも大丈夫です。はい、私は今回ねこのスタイルで取りました、糸を。なので、並べ方は一番左にこのベースの色、ね、グリーンが来て、でその隣は短い、文字の色、一番右も短い文字の色で、この真ん中7本が90センチの文字の色、こんな感じで並べて、で上はだいたいね15センチぐらい開けました。15センチぐらい開けたところでこうテーピングして固定してあります。でここから編んでいきます。で文字なんですけれども、私はこのアルファベットの隙間全部2段開けています。はい、なので2段編んでアルファベットを編んで2段編んでアルファベット編んでっていう感じで編んでいるんですね。で、全てですね4の段って私は言ってるんですけれども、左から右へ行くのを4の段で、4の段が終わったら次逆4の段が来ます。逆4の段は右から左で、4の段左から右、右から左、左から右って4の段逆4の段4の段逆4の段でこう順番にねく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 ねこう編んでいくんですね。はい、この T で言うとこの T なんですけれども、はい、例えば左から右へスタートする場合は4の段から始まって4を2回ずつベースの色で編んでいきます。でここが文字の色を出したいところなので、文字の色のところだけは逆4で編みます。逆4を2回、そして端っこは4が2回で次の段に行きます。次の段は逆4の段なのでベースの色逆4で編んで、この T の部分文字の色のところはその逆4で編んで、ここから逆4逆4逆4って続いていきます。2回ずつね編んでいきます。で左まで来たら左から右なので4の段になります。ベースの色が4、そして文字の色が逆4になります。ね、こんな感じで編んでいきます。ちょっとややこしいんですけれどもね。でこのスタートが4じゃなくて逆4からスタートする場合もあります。右から左へ行く場合、そうするとこれが全部逆になっていきます。逆4の段からスタートなので逆4、そして文字の色が4、ここから逆4がずっと続いて次は4の段になりますので、4444って続いて逆4、そして4
こんな感じです。文字の色を出したいところとベースの色のところは逆の編み方になりますね。はい、という感じで編んでいきます。こんな感じでね、この方眼の紙に文字を書いておくと結構わかりやすいかもしれないです。はい、それでは早速編んでいきましょう。はい、それでは編んでいきます。まずですね、ベースの色の糸一番左に来ています。すごく長いのでこんな感じでね、まとめてあります。こうすると糸が絡まらないので、はい、とても便利です。まとめたこのベースの糸。そして、この文字の色の糸は、この左右が短い糸になってます。はい。で、上から今15センチぐらいのところでテーピングしていて、ここから編んでいきます。で、私は文字と文字の間を2段開けていこうと思うので、一番最初もね、2段開けていきます。2段なので、このベースの色で編んでいきます。まずは左から右へ編んでいくので、4の段です。4を2回ずつ編んでいきます。はい。このベースの糸で4を1、2、これが一番短い糸ですね。隣に4を1、2、隣に4を1、2、1、2、ずっと4でね、編んでいきます。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。この一番右の糸が短い糸ですね。はい、これで4の段。ベースの糸が右へ来ました。今度2段目は、このベースの糸で左側へ編んでいきます。なので、逆4の段ですね。逆4の段なので、全部の糸に逆4を2回ずつ編んでいきます。逆4を1、2、逆4を1、2、逆4を1、2、1。
はい。こんな感じで2段今編んできました。4の段。逆4の段と編んで、次は4の段になります。はい。もしここね、上もうちょっと開けたいわっていう場合はもう1往復とか、もう2往復とかしてもいいかもしれないですね。私はここから文字を入れていきます。まず、アルファベットの C なので、最初ね、ちょっとわかりやすくね、右2本、左2本とこんな感じでね、ちょっと分けときます。はい。で、この、ベースの糸で、まず左隣ですね。一番短い糸に4を2回。1、2。で、隣の糸にも4を2回。1、2。で、ここからここまで、この右の2本の手前まで、はい、ここまでを逆4で編みます。逆4を2回ずつ編んでいきます。はい、今ずっとね、逆4 2回ずつ編んできて、残り2本になりました。残りの2本は4を2回ずつ編んでいきます。続いて逆4の段ですね。逆4の段。この左右の短い糸、これだけ避けときましょう。はい、わかりやすくね。まずはこの右側の短い糸へ逆4を2回編みます。そしたら、ここからずっと最後の糸の手前まで、はい、ここは4を2回ずつ編んでいきます。なので、このね、文字の色が出てきます。4を2回。はい、4を2回ずつずっと編んできて、最後のこの1本、短い糸だけは逆4を2回になります。続いて4の段になります。はい。こんな感じでね、左右2本ずつ糸をちょっとね、横にずらしておいて、まず最初の糸は4を2回ですね。4を1、2。で、2本目の糸が逆4、2回になります。1、2。で、ここからですね、1、2、3、4、5本目までは
ずっと4を2回になります。1、2、1、2、はい。そしたら最後の2本ですね。最後から1本手前。この糸は、逆4になります。逆4を2回。1、2。で、一番最後の糸は4を2回になります。4、1、2。続いて逆4の段ですね。この段も左右2本ずつ避けておくと分かりやすいですね。はい。まずですね、一番最初の糸に逆4を2回。1、2。で、次の糸が4を2回。1、2。で、ここから糸5本。1本ずつ逆4を2回ずつ編んでいきます。ベースの色がね、出てきます。逆4を2回。はい、最後2本になりました。最後から1本手前の糸は4を2回になります。で、一番最後は逆4を2回。続いて4の段ですね。4の段、続いてはね、3本、3本、3本に分けておくと分かりやすいですね。はい。4の段。まず一番最初の糸は4を2回。1、2。で、その隣とその次。この2本は逆4を2回になります。はい。そしたらここから3本は4を2回ずつになります。はい。そしたら最後3本ですね。まず、ここから2本。一番最後の糸以外の糸は逆4、2回ずつになります。逆4を1、2、1、2。
で、一番最後は4を2回。1、2。続いて逆4の段ですね。この段が C の最後の段になります。はい。まず、1本目の糸に逆4を2回。1、2。で、隣の糸にも逆4を2回。1、2。で、隣の糸、3番目の糸は4を2回。1、2。で、ここから3本、真ん中3本は逆4、2回ずつになります。はい。で、ここから隣3本残っているんですけれども、まずですね、この左から3番目の糸は4を2回。そして隣は逆4を2回。で、隣も逆4を2回。1、2。はい。これで C のアルファベットができました。で、ここから次のアルファベットに行く前に、また最初のこのね、2段を編んであげたいと思います。隙間を開けてあげるんですね。なので、4を2回ずつ右へ編んでいって、逆4を2回ずつ左へ編んでいく。この一番最初と同じ2段を入れてあげてください。で、2段が入ったらアルファベット。アルファベットが終わったらまた2段。こんな感じで編んでいってください。で、最後はね、最初と同じく15センチぐらい残したところでおしまいにしてあげてください。はい、しばらく編めましたので、ここからまとめていきます。はい、今ですね、ベースの糸が私は左に来ているんですけれども、ベースの糸右か左にありますね。で、これを含めて2本ずつ5束。こんな感じで分けてあげてください。で、この左ベースの糸があるこの2本だけはベースの色を、出さないような感じで編んでいきます。で、私は左にあるので、この右の文字の色の方で逆4を1回、そして4を1回編みます。はい。で、ここからは2本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 、この4束は4を2回とか逆4を2回でもいいですし、糸のね長さなど見ながら2回ずつこんな感じで編んでいきます。4を2回、逆4を2回でも大丈夫です。私は今4を2回ずつ編んでますね。はい。で、もしベースの色の糸が左に来ている場合は、4を1回逆4を1回と編んであげてください。はい、そうするとこの文字の色がね出てくると思います。で、ここから次は左右1本ずつ外に置いてあげて、その他の8本を2本ずつにしてあげます。こんな感じでね。はい、でここをまた4を2回とかね、逆4を2回とか、こんな感じで2回ずつ編んであげます。今私は4を2回ずつ編んでいます。
1、2、1、2、はい、編めました。そしたらまた左右1本ずつ外に置いて、なのでね、こんな感じで左右2本ずつ外に行く感じですね。で、真ん中の6本を2本ずつに分けてあげます。こんな感じで。で、この2本ずつをそれぞれ4を2回、もしくは逆4を2回編んであげてください。2本。ここも2本。ここも2本。で、編めたらまた1本ずつ外にやって、最後中心に4本残りますね。で、これを2本ずつ編んであげます。1、2、私はちょっとこっちね、左が短いのでここだけ逆4を2回にしてみます。1、2、はい、そしたら最後中心の2本、ここで4を2回、もしくは逆4を2回編んであげてください。1、2、そうしたら今またベースの色がね、右か左に来ていると思います。で、じゃあ左から編んでいきますね。左から2番目の糸で、この私はベースの色が左に来ているので、ここをね隠すような感じで逆4を1回、4を1回と編みます。そしたらこの2本をまとめて1本右の糸で逆4を1回、4を1回で、その糸もまとめて、なので今3本まとまっている状態で、1本右の糸で逆4を1回、4を1回、その糸もまとめて、この中心の糸ですね、ここで逆4を1回、4を1回、そしたら続いて右側も同じく、今度真逆の編み方になるので、右から2番目の糸で右の糸を4を1回、逆4を1回で、この2本まとめて左の糸で4を1回、逆4を1回でまとめて、今3本まとまってます。左の糸で4を1回、逆4を1回まとめて、最後この中心の糸で4を1回、逆4を1回、はい、これでまとまりました。で、真ん中に来た、2本、中心の2本で4を2回、もしくはね逆4を2回編んどきましょう。1、2、はい、そうするとね、ここがこんな感じでまとまってきました。最後ここより下は三つ編みとか四つ編みとかね、お好みで編んであげてください。で、一番最初取っておいた15センチのところも同じ編み方です。なのでこのままひっくり返して同じ感じで編んでみてください。はい、完成しました。こんな感じですね。だいたい29センチくらいのミサンガが編めました。文字が9文字入りました。はい、私ハンドメイドショップの名前シトラスアースって入れたかったんですけれども TH が入らなかったですね。シトラスイヤー、シトラスの耳になっちゃいましたね。皆様もね、こうアルファベットを数えながら、あの長さだったらこれぐらい入るんだなっていうのをね、参考にしてみてください。はい、9文字アルファベット入りました。
はい、ということで今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、あとこれからもねミサンガの動画いろいろ上げていきたいと思いますので、チャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。